丁を入れていきますよ。塩も酢も若干弱めに加減して締めるというのがポイントではありますかね。ごまさばのさばき方ということで、ごまさばってね、どんなさばなのかと言いますと、下半分お腹側にまだら模様の入ったサバなんでございますが、ごまサバという種類のサバが夏になるとよくね、市場に流通し始めますので、今日はごまサバのさばき方を紹介しようかと思います。これね、しめサバにしていくんですが、基本的にはね、普通のマサバと締め方、さばき方は変わりませんので、締めるね、時間なんかを中心にお話できたらなと思います。まずはね、包丁で魚の身全体の鱗を取りまして、この釜骨の位置ですぐにね、頭を落とします。この釜骨を残して頭を落とすというのは、普通のね、マサバでも一緒ですので、こうするとね、サバの身割れを防ぎながら扱うことができるので、このように釜骨付きのままさばいていきますよ。頭を落としましたら、へそから内臓を取り出していくと。内臓を引き抜きましたら、一度腹の中をきれいに水洗いすると。ここにね、腹膜が残るかと思いますので、腹膜に包丁で傷を入れておくと血合いが洗いやすくなりますので、包丁を入れて血合いをむき出しにしてから腹を洗い流すと。腹の血合いをきれいに洗い流しましたら、身を3枚におろしていくと。これ何度か説明はしているんですが、サバをおろす際はこちらのね、下の身、頭を右に向けた時に上に来る身は通常の3枚おろしでさばいていくと。なので、お腹に包丁を入れまして、続いて背中に包丁を入れて身を外していくと。ごまサバっていうのはね、夏に比較的多く流通して、魚屋さんなんかもね、夏が旬の魚なんて説明をすることが多いんですが、ごまサバっていうのはね、通常のサバと変わらずに冬、秋から冬にかけて脂の乗る魚でして、ただね、ごまサバの特徴としては、夏でもね、身の脂が落ちにくいと言いますか、そこまでね、マサバほど夏の味の落ち方が激しくないので、マサバの味が落ちる夏にね、ごまサバっていうのが結構代用品として扱われる形ですね。半身をおろしましたら、残りの身はね、裏おろしというこの骨を上に向けたおろし方でおろしていきますよ。裏おろしのコツはね、しっかりと左手で骨を押さえながら切り進めるというのがポイントでして、まずはね、この背中の皮目に薄くね、包丁を入れていきますよ。皮目にこのように包丁が入りましたら、左手でしっかりとこの骨を押さえながら包丁を少しね、上に向けるような形で身を外していくと。左手に包丁の刃が向いているので、若干ね、怖いかとは思うんですが、しっかりとこの左手で身を押さえることで綺麗にサバをさばくことができますので、勇気を持ってしっかりと押さえて身を下ろしてください。こちらの上半分、この部分に包丁が入りましたら、今度はね、身を反転させてこちらのお腹側を下ろしていくと。こっち側はね、通常の3枚おろしと変わりませんので、そんなに難しくないかなと。この部分に包丁が入りましたら、あとはね、この真ん中のあばら骨を切り離すと。この部分を切り離すときは、あばら骨の位置で若干ね、包丁をこのように立てるようにしながら切り進めると、身を残すことなくさばけますので、少しだけね、包丁を立てるということを意識しながら切り進めてくださいませと。あばら骨を切り離しましたら、あとはね、身を外すと。そうしましたら、ここからね、塩と酢でしめサバを作っていくと。これね、サバの尻尾の部分っていうのは脂が乗ってなくてね、そこまで美味しい部分ではありませんので、こんな感じで切り離して、焼くかなんかしてね、まかないに回してしまいます。ちょっとね、身の断面を見てみますと、今ね、6月の末ではあるんですが、皮目にしっかりと脂が乗っているのが確認できるかと思いますので、通常はね、6月末っていうのは、マサバは脂がだいぶ抜け始めている時期なんですが、こういった時期でも比較的ね、脂の落ちが少ないので、ごまサバは夏でも美味しいなんて
言われたりしますかね。ただね、この時期に脂が乗っているからといって、こっからね、夏に向けてどんどん身が太っていくかというと、そうではなくて、夏でも脂の落ちにくいサバということで、マサバのね、脂の抜ける時期に比較的脂が抜けないだけであって、旬はね、秋から冬にかけてですので、その辺ね、魚屋さんなんかは夏が旬だなんていう方も多いんですが、それに関してはね、どうなのかなと思いますかね。さばいた時にね、ここに落としきれない血合いが残っていたら、骨抜きなどを使って血合いをね、こう取っておくと仕上がりが綺麗になりますかね。ここまで来ましたら、続いて塩でサバを締めていきます。ここから塩で締めていくんですが、ごまサバをね、締める場合は、マサバよりもね、塩も酢も若干弱めに加減して締めるというのがポイントではありますかね。っていうのはね、やっぱりね、マサバに比べて、ごまサバっていうのは味がね、若干なんですけれど、薄めではあるので、マサバみたいにガチガチに塩をして、しっかりめに締めるというよりは、さっぱりめに締めてね、魚の味を生かしつつ、適度に締めつつといった食べ方が良いのかなと思いますね。なので、締めサバね、マサバを締める場合は、ここでね、棒塩って言って、ガチガチにね、塩に埋めるぐらいの強さで締めていくんですが、ごまサバの場合は、全体にね、塩が回る程度、このぐらいのね、塩加減で締めていきますよと。時間はね、マサバを締めるときは1時間だとか2時間塩につけておくんですが、ごまサバの場合はね、40分程度で塩を洗い流しますよと。個人の好みにもよるんですが、僕はね、ごまサバっていうのはマサバとアジの合いの子ぐらいのね、位置づけだと思っているので、マサバみたいにガチガチに締めてね、塩気と酢と、あと油の甘みを楽しむというよりは、軽めに締めて、魚の味を生かすような締め方がいいのかなと思っていますので、軽めに締めると。それでは40分置いていきます。マサバをね、締めるときはガチガチに塩をして常温で放置してしまうんですが、今回はね、薄めに塩をしてますので、常温で放置ではなくて、冷蔵庫でしっかりと冷やしながら塩を回すと。ガチガチにね、塩をすれば細菌の繁殖は割と防げるんですけれど、このぐらいね、薄めだと細菌の繁殖の可能性があるので、冷蔵庫で締めていくと。40分ほど経ちますと表面に水分が浮いてきますので、そしたら一度この塩を水で洗い流します。ここからサバをお酢で締めていくんですが、サバをね、酢で締める際の注意点は、酢をよく冷やしておくこと。これはね、理由がありまして、お酢っていうのはね、この骨を柔らかくしたりだとか、皮を柔らかくしたりする効果があるので、ここでね、お酢が温かいと酢が効きすぎてしまって、サバのね、皮が溶けてしまうんですよね。そうすると、食べる際にね、このサバのこの皮をこう剥くときに、皮がね、ちぎれてしまって綺麗に剥けませんので、必ずね、お酢は冷やした状態で扱うということがポイントですね。マサバを締めるときはね、僕は通常のこの米酢と、あとここにね、赤酢を加えているんですが、ごまサバを締めるときは、お酢に加えて、酒、日本酒ですね。日本酒を一回り加えまして、あとは、こちら、みりんですね。みりんをほんの気持ち加えて、こちらで締めるようにしております。これはね、酢そのままだとお酢がきつすぎるかなと思いますので、酒だとかみりんで甘さと風味を加えて、そこにサバをつけるようにしていると。本当はお酢をもともと冷蔵庫で冷やして、サバをつけて、このまま冷蔵庫に入れるというのがいいんですけれど、もしね、お酢を冷やしていなかったら、袋に氷を入れて、氷でお酢をよく冷やしてからサバをつけるようにしてくださいと。酢が十分に冷えたら、ここにサバを漬け込むと。サバを酢につける時間なんですが、だいたい20分ほど塩をした時間の半分程度を目安にね、お酢につけてくださいと。もしね、酸っぱいサバが好きでしたら、30分だとか1時間漬け込んでもいいかとは思うんですが、ごまサバはね、さっぱりと漬けたいので、多少短めに漬けるようにしておりますね。このまま冷蔵庫で20分ほど置いていきます。20分経ちましたら、ここでサバをお酢から上げると、うっすらと表面に酢が回って身が白っぽくなっているかと思いますので、ここでね、サバをペーパーにくるんで冷蔵庫で
身を落ち着かせると。これね、なぜ身を落ち着かせるのかと言いますと、これはね、締めたての状態だと、サバのね、表面にだけ酢が入った状態で、身全体はね、まだまだ生っぽいと言いますか、青魚っぽさが残っておりますので、ここで冷蔵庫でね、しっかりと寝かせることで、酢が全体に回ったり、あとはね、塩が全体に回って、身の水分が抜けたりと、で、食感もねっとりしてきて、美味しいサバになりますので、この状態ね、ペーパーにくるみまして、あとはラップかビニール袋に入れて、この状態で3時間ほど冷蔵庫で寝かせますよと。冷蔵庫に入れて3時間ほど身を落ち着かせましたら、今度はこのサバを冷凍にかけていきます。ゴマサバもね、アニサキスの心配があるので、しっかりと冷凍することでアニサキスを殺してから食べると。ペーパー外して冷凍庫に入れてもいいんですが、僕はね、この状態で冷凍かけてしまいますかね。これが冷凍して解凍したゴマサバなんですが、この状態になったら皮を剥いて骨を抜いて食べるだけと。で、この状態になればね、水分が抜けて身が締まっているので、多少ね、雑に扱っても身割れすることはないので、この段階で釜骨を外してしまいます。釜骨を外したら、あとはね、このあばら骨だとか中骨を抜いていくんですが、骨を外すより先に皮を剥きますよ。これはね、あばら骨を欠いた後に皮を外そうとすると、腹あたりが薄くなって弱くなるので、皮と一緒に身がちぎれてしまうことがあるので、骨付きの状態で先に厚い皮を剥いていくと。こんな感じでね、皮を剥くときは手で引っ張れば自然と剥けていきますんで、押さえつつ皮を剥くと。この最初の部分がね、ちょっとこの銀皮が抜けてしまってはいるんですが、これね、酢につける時の酢の温度が高いと銀皮がほとんど残らずに、ズルズルっと皮と一緒にこの銀が剥けてしまいますので、そういったことをね、防ぐためにも必ず酢につける際は冷たい酢を使って仕込むようにしてくださいと。皮を剥きましたら、続いてあばら骨を外していくと。あばら骨ね、外すときは包丁を使ってなるべくね、この骨のギリギリを通すように腹巻くと、あばら骨を透き取ってください。あばら骨を透き取りましたら、骨を抜いて切って食べるだけと。骨をね、抜く際は、このね、骨の両サイドを左手で押さえながら引っ張ると骨が抜けるんですが、サバの場合はね、血合い骨、この骨がね、意外と細いので、このね、引っ張った時に、こんな感じでね、短く切れてしまう場合があるので、この時に強引にでも骨抜きを身の奥に入れて引き抜くか、もしくはね、この辺で折れたなと覚えているんであれば、この辺をね、切る時に包丁入れて断面から骨を抜くってこともできますんで、今回はね、この辺に残しておいて切った時に抜いてみようかと思います。切れてしまった骨を無理に抜こうとね、指を入れたりすると、ここからどんどん身が割れてしまうので、刺身にする場合なんかはね、切った時に断面から抜くのでもいいのかなと思いますので、骨を抜く時の注意点としては、ここのね、断面、この部分にも必ず骨が残っていますので、ここの抜き忘れはないように注意しながら抜いてください。骨を抜きましたら、あとは切って食べるだけですね。ちょっと端は形が悪いので切り置いてしまうんですが、しめ鯖をね、刺身にするときは、五感落としとかね、皮目にね、うっすらと包丁を入れて、5回目に落とすみたいなね、こういう切り方をすると見た目も綺麗に見えますし、あとね、なんでこういう切り方をするかというと、こうすることでね、アニサキスなんかに包丁が入って食中毒を防止できるなんて言われもあるんですが、正直ね、アニサキスっていうのは背中側じゃなくて、こっちのね、腹膜側にいることがほとんどですんで、おそらくこれは飾り切りの意味合いが強いんですけれど、なんか間違って伝わってしまったんだろうなと僕は思っているんですが、でね、もし切ってる途中にね、骨が当たる感覚があったら、ここでね、骨を探して骨を抜いて、当然こちら側に骨が残っていたら、こっちのね、切り落とした側にも骨が残っているはずですんで、こっちのね、断面をちょっと触って骨が残っていたら引き抜いてと。で、あとはね、刺身の盛り付けのコツじゃないんですけれど、刺身っていうのはね、基本的には奇数枚で盛った方が盛り付けはね、綺麗に見えますので、サバなんかね、刺身にする場合は5枚ぐらいね、つけると、見た目がね、綺麗に見えるかと思いますので、切り終えたら、あとは盛り付けるだけですね。
盛り付けのね、コツといいますか、ポイントは、盛り付けはね、右奥から左手前に流れるように盛り付けると、刺身は綺麗に見えやすいですかね。これね、重ねるときに、基本はね、こっちの向き、右奥から左手前に流れてくるように盛るんですが、たまにね、逆のお店なんかもあったりして、こう左奥から重ねる盛り付けをする方もいるんですが、これはね、多分ね、逆向きと言いますか、若干違和感のある盛り付け方ではありますかね。なので、基本はね、こっちね、右側が奥で、左側が手前。この向きで盛り付けると、綺麗に見えやすいですかね。これね、一直線にこう5切れ並べるのではなく、こんな感じでね、動きを持たせつつ5切れ並べると、綺麗に見えやすいのかなと。でもあとはね、添え物、柑橘類だとか、サバの場合は生姜でもわさびでもどちらでも合うかと思いますので、その辺をね、程よく盛り付けて、で、器パンパンに盛るというよりは、器の6割、5割、4割程度、器にね、余白を残すように盛り付けると綺麗に見えやすいので、その辺、だからポイントとしては、右奥から流れるように盛り付けるということと、あとは、器に余白を残すと、この2点をね、意識しながら盛り付けると綺麗に盛れると思いますので、お刺身ね、作るときはこの点を意識して作ってみてくださいませと。はい、ということで、今日はマサバを使ってしめ鯖を作る方法を紹介いたしました。以上です。